漫画版汎用の夜叉姫の今後の展開を予測していきましょうよという回。今回もですね、現状最新話である漫画版汎用の夜叉姫7の章までの内容をね、含んでおりますので、注意してご覧ください。まず、今現状、夜叉姫たちの目的をね、ちょっと思い出していきたいんだけど、14年前、とは刹那諸刃が生まれて間もない頃に、犬夜叉、かごめ、凛、陸が娘たちを連れて行方知れずになる。これ詳しい事情は話してくれなかったんですが、おそらく何かしらのね、危機が迫っており、本来これ一月でね、帰ってくる予定だったんですが、アクシデントが起きたのだろう、帰ってくることはありませんでした。そして、トワが思い出した記憶で、夜叉姫たちは屋敷で4歳まで過ごしていたことが判明。が、そこにゼロの資格として、司教の混沌とホムラが、襲いかかってくる。が、それは、邪剣と無女が命がけで襲ってきた妖怪と戦ってくれたこと、時代樹がトワを現代に逃がしてくれたおかげで、どうにかトワ、刹那、諸刃は難を逃れることができました。その後、刹那、諸刃は再び楓の村で、トワは現代で日暮草太の養子として10年過ごすことになります。そして10年後、時代樹から西に行けと、そこに夜叉姫たちの過去と未来、時の歪みの源があり、やがてそれは弾け、世界を滅ぼす。そして、すべての断りが正されたとき、夜叉姫たちもその父母もあるべきところに帰り、失ったものを再び得ることができるだろう。どうか世界を救ってたもれーとですね、すごい、難しい言い回しをね、時代樹さんされていたんですが、西にある問題を解決すれば、犬夜叉かごめりんも帰ってくるし、失ったもの、現状把握できるものといえば、夢の胡蝶に奪われた、刹那の喜びの感情もね、取り戻せるし、世界も救われるから、いいこと尽くしだよねっていう、話だと思います。だから改めて夜叉姫の目的とすると、刹那はその我々の命を救ってくれた両親のために、そして同じく命を救ってくれた時代樹の言葉ならば、今は信じていこうと。で、諸刃は行方不明のユニエシャ、かごめ、リンが帰ってくればですね、お世話になった楓ばあちゃんが喜んでくれるだろうと。そして、トワは両親に会うためっていうのもあるんですが、現代で愛を持って育ててくれたソータパパ、萌えママ、日暮家のみんなのために、おばであるかごめの安否をね、確認しなければならないと、今は時代樹の一旦西の果てへと向かうことになったので、ここね、当たり前の話なんですが、この親たちの行方、西で起こった出来事っていうのは明かされていくでしょうと。じゃあ、本題戻りまして、その問題とは何なのかっていうところを考察していきますと、まず、犬夜叉かごめの行方になるんですが、これはね、現状全く謎。今回はそもそも全部謎だけど、その上で考えていこうねって話はなるんですが、アニメだと黒真珠を通り妖怪の墓場へと送られたっていうのが原因でしたが、この黒真珠を作るのには本来100年の月日か、その時間を短縮するためにはというか、そもそも作るにはこのいざ酔いの紅と、虹色真珠がね、必要であるので、で、この虹色真珠については、別物とはいえ、登場はね、しているんですが、いざ酔いの紅が登場しない漫画版では、その黒真珠を作るのは、難しいんではないかなという見解。がしかし、妖怪の墓場に行く方法だけならば、火の国の門、あの世と繋がる妖怪、鉄系の血の川に乗るとか、あと黒真珠だけではなく、宝泉家の育てた宝玉の一つ一つが、これ妖怪の墓場に通じる道となるっていうのが原作にもありましたので、その先代宝泉家の作った宝玉とかが、残っていて、それを使われたとか、アニメとは別ルートでね、妖怪の墓場に犬夜叉たち行ってしまった可能性はあるよねと。とはいえ、何かしらの理由で、犬夜叉かごめは14年以上動けない状況に今あると思われます。次に、リンさんなんですが、おそらくアニメと同じように、時代樹に封じられている感じがあります。そしてそれを、殺生丸様が見上げているね、シーンがありましたが、これがゼロに呪いを受けてのことなのか、別の理由があるのかはね、なんとも言えないところです。しかしですね、ちょっと情報として、このリンが封じられたことが、自身の力が足りなかったように、殺生丸様がね、後悔している場面がありました。続いて、ヤワラギ、リク、リオンの行動。ヤワラギっていうのが虹色真珠を奪っていったんですが、諸刃に三根鉄装、ベニヤシャカを教え、甲賀にもその犬夜叉たちに何かあったんだっていうことを伝えた、張本人でありました。しかし、それを命じたのが、おそらくリクでありましたので、この虹色真珠を集めていたり、この情報をね、伝える、諸刃を成長させるっていうのが、何かしらリクと一緒にいたリオンの目的につながるものであると。そして、リクといえばですね、もう一つ、行方不明になる直前の犬夜叉たちと行動を共にしており、協力している風ではね、あったんですが、やっぱこれもね、その自身の目的のために利用しているとか、その行方がわからなくなる直前に犬夜叉たちと一緒にいたってことはよ、犬夜叉たちが行方不明になった理由を作り出したのがリクであるとかもね、ちょっと想像できるところでございます。そして、一緒にいたリオンさんについてなんですけど、この子がね、そのアニメと全然違って、その自我がないというか、感情がないような状態だったことについて、
この症状が、刹那が夢の胡蝶に喜びの感情を奪われているのと近いというか、それのひどい版にもね、見えたりする。だから刹那以上に夢の胡蝶の影響を受けながらも、誰かを眠らせなければいけない話とかね。そして、もう一つ気になるのが、周りにですね、死に玉虫が飛んでおりました。で、アニメでもリオンさんって気境と同じような状態だなっていう風に思っていたんですが、その時よりも気境に近しい存在。そもそもアニメでの気境とリオンの共通点っていうのが、二人とも自身の骨と墓土で作られた存在である。が、気境は浦添により、ちゃんと蘇生の手順を取っているのに対し、リオンは自分の意思でね、勝手に復活したところはある。そして、復活に必要な根についても、気境は、生まれ変わりであるカゴメに、その大半をね、奪い返されてしまっているので、その魂が足りなくて、死に玉虫による補給が必要でありました。だからその、気境さんの感情面が生前よりもちょっと荒々しいところっていうのは、この魂、根が足りないっていうのがあるのかもねって話がね、ちょっとあったりします。で、となるとですね、このコミカライズ版でのリオンの状態っていうのは、夢の胡蝶によるどうたらっていうのはさっき言ったんですけども、その根が足りないから意識が薄いかもしれません。そもそも死んでいるのかどうかもね、確実ではまだないんですけどね。次に、キリマル一派について話していきますと、ここもまだキリマルゼロはシルエットだけしか登場していないので、まだまだ情報は足りないので、またね、妄想の範疇になるんですが、ゼロは部下の司教やホムラにヤシャ姫たちを襲わせていました。これはヤシャ姫たちの持つ虹色真珠、これをね、手に入れるためってのと、アニメ同様、汎用の娘の命を狙っている感じはします。しかし、ゼロがヤシャ姫たち、特にね、トワを必要にアニメ版で狙っていたのは、色の大将が死んだ悲しみを思考の玉に願い、虹色真珠に変えてしまったっていうのが大きい。だから、その虹色真珠の正体がゼロの涙ではなかった漫画版ではですね、また別の理由で汎用の娘を狙っているのかも。そして、椎名先生がブログでおっしゃっていた話なんですが、漫画版のリオンっていうのは、家族の悲劇に焦点を合わせ、キリン丸ゼロの関係っていうのも再構成するとか、なんとかありました。そしてですね、先ほどありました、リオンの状態が気境と近しいって話なんだけど、気境が前作犬夜叉で死に玉中で女の死に玉を集め、生き延びていましたので、リオンのためにその夜叉姫たちの魂、魂を狙っているとか、ある意味残世記でトワの体を奪おうとしていたという展開のアレンジとかあり得るんではないのかなと思ったところです。そして、最後に西国の話なんですが、今漫画版における西国では強力な妖怪たちが跋扈し、妖怪たちの戦乱が起きているんだってさ、これも理由をね、ちょっと妄想していくと、アニメでも摂政丸が犬の大将が死んだ後の西国の獣王の後を続かなかったから、それを後期としたキリン丸が末法末世にしようとしているという展開でしたので、同じような理由で東国の獣王キリン丸が西国を支配しようとするも、もともとね、西国に住む妖怪たちがね、たくさんいると思うので、そいつらがキリン丸の支配を簡単に許すと思えないので、その争いになったとか、次の獣王を決める戦いがですね、西国では行われているとか、この獣王という称号が漫画版では、意味あるものだったらいいなというところで、今回はね、いろいろと汎用のシャイメの今後の展開考えてみました。実際どのようにね、物語進んでいくのかわかりませんが、楽しみにしたいなと思います。それでは、ありがとうございました。